南千住は荒川区の町名、北千住は足立区だが、南千住は荒川区なんです。大規模な再開発が進行中だが、まだまだ下町っぽい町並みは残っている。そして江戸時代から明治初期には江戸三大刑場の一つ、小塚原刑場があった場所。南千住にはドヤ街、山谷地域や再開発の潮入りエリアもあるが、今回は小塚原刑場関連に的を絞って歩く。まずは刑場跡地である南千住回向院。刑場での刑死者を供養するため創建。入り口脇には戦後の代表的な誘拐事件、吉信ちゃん誘拐殺人事件の犠牲者供養吉信地蔵尊がある。こちらは肝臓記念碑。刑死者の不分けに蘭学者杉田玄白らが立ち会ったことを記念し建立。寺には刑死した吉田松陰、橋本早苗など歴史上の有名人物が葬られている。吉田松陰の墓の前にずらりと並んだ墓は、桜田門外の変で井伊直弼を暗殺し刑死した水戸老師の墓だそうだ。訪れるたびに気になるのはこちらの4つの墓。左からネズミ小僧次郎吉、片岡直次郎、高橋おでん、腕の木三郎の墓。特に腕の墓の隣、高橋おでんの墓、明治の毒婦という悪名で呼ばれた女性で、殺人罪で斬首刑に処されたが、事件のことを知ると彼女には同情の余地が多分にある。それから左端のネズミ小僧こと次郎吉の墓。処刑はここ小塚原刑場だった。次郎吉の墓石は持っていると博打で勝てるという俗信があり、プロレスラーカール・ゴッチの墓もある。
続いて延明寺。元は回向院の一部だったが、鉄道敷設で南北に分断され、後に独立した。こちらには延明地蔵尊、通称首切り地蔵がある。処刑された死者の供養のため建立。斬首を見守っていたと言われる。この地蔵はレアなお姿も写真に収めてある。2011年の東日本大震災の後に訪れた際、一部が破損し、修復を待つお姿。処刑された死体はそのまま野ざらしにされることも多く、夏は臭気が充満し、犬やイタチが食い散らかして地獄のごときありさまだったという。駅前にも人骨がよく出たことから、この通りは骨通りと呼ばれていた。もう一つ形状と因縁深いのが涙橋交差点。処刑される罪人が最後に家族に見送られた場所だった涙橋。今では川も橋もなく、交差点の名として残るのみ。かつて地獄のようだった形状の跡、今ではそんな雰囲気も薄れているが、重要な歴史の1ページである。